おしゃれなお兄さんなんだなって思ったね。僕のことどれくらい好きですか？自分の子供にしたいぐらい。じゃあ敬語使いな。いい人ね。教えて。俺にも。わかる。お願いします。本日は皆さん進行してもらっていいですか？これひろやさんのチャンネルですよね。じゃあちょっと僕一回はけますね。なんで？呼んでよ。やだよ。呼ばれたいの。自然な呼感じで。んで。ね、呼んで。かしこまりました。今日は特別ゲストが来ております。失礼します早い。お願いします。よろしくお願いします。皆さん多分知ってる人一人もいないと思うので紹介します。嘘だ、本当YouTube チャンネル、部長のジョブさんです。フレーズに行きますね。よろしくお願いします。グダグダ。でもちょうどいいと思いますよ、こんな感じで。今日は私北海道行ってきたんです。先週。言ってたよね、うん言ってたね。でお土産があります。タラタラってる。懐かしい。これ食べたかったわ。あ、本当？だってもうないじゃん、都内に。そう都内にないから。でもさ、なんかさ、たまにマイバスケットで売っててさ、そうジョーブがこの間マイバスケットでこれ見つけてくれた時になんかひろやのことを思い出したみたいな写真をそう、送ってくれたもうひろやといえばこう焼きそば弁当。そう焼きそば弁当。でうちらの思い出の一部だよね。そうだよね。これ確実に結構みんな食べてたよねこれね。だってあそこでしか食べてないもん。確かにこれ見たことなかったし。はい、今日は焼きそば弁当、僕6個輸入してきたんで、スーツケースの片面にいっぱいと、これスープついてるからね。あ、スープまで。スープちょっとお同腹空いたんでじコップで。もう食べていいんですか？そう焼きそば弁当を2人で食べながらインスタグラムで質問をそうだよね募。集したので、はい。今回は僕に来た質問を、うんでもう一個の動画では上部の方に来た質問をはい答えていくっていうシステム。だから日本動画が綺麗なひろやのチャンネルをご覧の皆様、僕の少し汚いチャンネルも見に来てくださいね。ひげありとひげなしね。はい、そうです。いただきます。いただきます。懐かしい。ちょっと乾いてた。あれも美味し美味しいよ。い。これでも食べたことない人多いんじゃない？マジでみんな食べてみ。北海道フェアとかあ、そっか、そういうところでね。物産展とかに売ってるかあらちょっと高いけどね。高いの？こっちで買うとね、ああ、北海道のセイコーマートとかで買うとマジ100円ちょっとで買えるの、セールすごい、の時。それ安いわ。だから200円ぐらいする？帰省時に本当に1ダースとかで買って帰る。そんなに変わんなくない？1000円ぐらいしか変わんない。なんかもうまあね、そうしたら大学の味なの。うんもう大学の時の徹夜してる時みんなで焼きそば弁当食うっていうやつ。なるほどね。だからそれは100円で食べてたからなんで200円？そうこれに200円はちょっと違うよね。違うじゃんっ確かに。ていうこだわりがあります。カップ麺ばっかり食べたらダメですよ。たまには美味しいんですけど、ひろやさん不健康なので皆さんちょっとウォッチして。僕毎日いやマジでやばい。やばいよ。ごめんなさい。野菜とか取ってる？だから顔色悪いんじゃん。サプリで。サプリ。嫌なやつだよ。あともうちょいこっちすごいね。こっち？あ、ここね。本当だ。じゃあまあ食べながらはい。僕に来た質問をはい何個かピックアおップ願いします。してみたいと思い NG ます。なし人間なので。ランダムなので当たった人がいたらラッキーです。一つ目に優しいやつにしようかな。これからいきましょう。お互いの第一印象。これ喋ってる？あんま喋ってないよね実は。うん。そんな深く喋ってないかもね。第一印象？そうあるよね。ありますよ。あるよね。ありますよ。初めて出会った日ね。初めて出会った日の第一、オッケーオッケーオッケー。じゃあもう俺から言っていい？いいよ。まあ暗そうだなっていうのがパッとした印象。まあでもネガティブな意味じゃなくて、まあ落ち着いてそうとか、俺みたいにバカ騒ぎしたりはしゃいだりゲラゲラ喋ったりする感じじゃなさそうな。もう分かった、会った瞬間。落ち着いた雰囲気だな。でちょっとダークなイメージ。俺がポップな感じで言ったら若干ひろやはダーク寄りだな。陰と陽だもんね。みたいなイメージ。いい悪いじゃなくてね、陰と陽みたいな。若干ダークなイメージって感じかな。そうアングラ感ずっと言ってるけど。なんかアンダーグラウンドって言われた気がする。そうアンダーグラウンド感もう若干感じておりました。間違いではないね。それはそう。まあでも意外とポップなとこもあるんだけどね。まあ第一印象はそんな感じだった。こういう友達いる？いるけどゲイにはいない。ああ。
大学の同期とか高校の同期とかは全然いる確かにけどそれはありそうなんか俺の周りのゲイの人は結構同じ感じが多い。イエーイっていうイエーイみたいなちょっとテンション高い系が多いからうんうんうん。新鮮。確かに。俺のジョブの第一印象はもうちょっとクールだと思った。だって皆さんもね第一印象同じタイミングだと思うんですけどなんかさ最初さなんか鴨柄迷彩のさなんかかっこいいさこれねこれでしょ。これだよ。上もそうだったじゃん。上もちょっとなんか黒いそうやつ着てた。なんかおしゃれなお兄さんなんだなって思ったね違うだってなぜなら一発目からさベラ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 って喋ったらさもうみんな距離が分けるやん。まあね TPO はねわきまえるタイプなのよ。そうだね常識人ではあるからね一応まあ、1日目ぐらいは静かに行こうって決めてたよさすがに。でその時に2人でも話したんだけど、なんか俺って本当になんかめっちゃ明るくってみたいなずっとポジティブなんだよねみたいな話をしてたのね。なのになんかこうこれ使っていいのかな。微妙かもあの話あれね。なんか過去の恋愛の話とかをするときになんかちょっと涙ぐんで暗いみたいな表情を見せたんですよ、初日からねあんた。そう思えてる。そうだからみたいなどこがポジティブでどこまでが本当なのみたいなつかめないなって思ってたのが第一印象で、確かにもっとジョブのこと知りたいなって思ったら出してほしいなって思ったらもう2日目からもうなんかピンクのタンブラー持ってきて、もう我慢できなかったんですね。2日目から1日よく頑張った。1日よく頑張ったね、2日目からもう全然印象が今のジョブになりましたね。なるほど。次はいこれべちゃべちゃ食べてていいのかな。いいよ。いける。マイクにこの俺のくちゃくちゃ音入らない。ASMR。あ、りゅうきから来てるよ。イエーイ。何りゅうちゃん。僕のことどれくらい好きですか。大好き。どれぐらい好き？どれぐらいでも表現してる。俺は決めてることがあって、りゅうきに一銭も払わせない。うわ言ってるそれ。一個いいですか。僕年下なんですよ。りゅうきも年下わかります。僕もりゅうちゃんにはやっぱおごりたくなるし、まあ年上として本当におごってあげたくなっちゃう。年上として前もご飯をごちそうしたりとか。あしてるんだ。します。言っとくけどでもりゅうちゃん6個下なのね。何個下だっけ？3個下。じゃあ半分ぐらい払ってよ。いや違う。いやほぼ食べちゃう。じゃあ敬語使いな。いつも敬語使ってますよ。お兄ちゃん本当に尊敬できるなって思ってます。こんなんじゃないじゃん。なんか食べみたいな。むしろなんか上から来るじゃん。いや、りゅうちゃんはめっちゃ可愛いの。弟としての可愛さを持ってるから、もうなんか何でもあげたくなっちゃうから。まあ可愛いよね。本当に一番気を使いたくなる子。いやいい意味で確かにりゅうちゃん僕も好きですよ。どのぐらい好きだろう。どのぐらい自分の子供にしたいぐらい。なんかあんまり年下の友達がいないの。あいなそう。いなくて年上の子。そう年上の友達がめちゃくちゃ全然もう8割9割多分年上かな。友達が。年下の友達が本当にいないから、ボミもりゅうちゃんもすごい嬉しくて新鮮なので、ボミぐらいならまだ同い年目線で話せる。3個下だから。でもりゅうちゃんになってきたらもう妹より下だから俺。妹何個下？妹3個下なの。ボミと同じなの。そこより下っても俺からしたらなんだろう子供みたいな。ちょっとなんか母性が湧き始めるからって意味で子供自分の子供ぐらい愛してる。それは愛してるね。はい。可愛いよね。最近なんか出てたね。りゅうちゃんのすごい。あれめっちゃかっこよくなかった。アイドルショットみたいな。なんかマジ逸材だよ。ポテンシャル高いんですりゅうちゃん。自分の人生のターニングポイントで聴きたい一曲は？曲。むずターニングポイントあるの？あるよ。何？あるというか曲アーティストなんだけど、俺実はあんま言ってないけどウーバーワールドさんがすごい好きなんだよ。有名な曲なんだ。意外でしょ。まあシャムロックとかカラオケで歌われるし、聞いたことある名前は。もうね、学生の頃はウーバーワールドが一番好きでライブにも行ってたし CD も全部買ってた。へえ。拓也バンドロックバンドだよ。MC がめちゃくちゃかっこよくて拓也の MC に魂を震わせて受験勉強頑張ってたっていうのがあって意外とバンド好きだよね。好き。俺バンド音楽好きなの。バンド好きそうか。バンド音楽じゃないもんね。俺は全く違う。違うよね。確かに。バンドは一切通ってなくて有名な曲は知ってる。そのワンオクの有名なやつとかバックナンバーとか。そうだね。ワンオクと似てるよね。似てるから仲いいからね。仲いいんだ。ワンオクも好きよ。そこら辺の有名な曲は知っ
てるけどそういうので震わせてたんだ。そうロックバンドが好きですね。なるほど。ターニングポイント聞きたい。なんか俺どっちかというと歌詞も好きなんだけど歌詞よりリズムをメインで音楽聴く派なのよ。おそれは分かる分かる。だから歌詞は正直うん何だってよかったでする。分かるかも。全部ルとかラでもいいの、なんならもう最悪。だから例えばキャリーパミュパムの曲とかって、うんうんまあ深いこと言ってるけどなんかでも本当に同じ歌詞ずっと言ってるだけみたいな、うんうんバイブスだもんね。そうバイブス。スじゃん。でもただテンションが上がるって意味でそれこそ鼓舞するとかは分かる、あとアイドルの歌とか、地下アイドルの歌とかもさ、ただテンションが聞くんだよね。そう地下アイドルとかアイドル系聞くからターニングポイントで聞くかって言われたら怪しいけどそうだね、アイドル系じゃない、女性アイドル、あと K-POP 結構とか名前出してみ具体的ななんかターニングポイントっぽい待ってアイドル。ターニングポイントというか僕が恋愛した時に聴いてた曲、うん。最近の曲なんですけどアイリットの「アーモンドチョコレート」って曲がありまして、皆さん聞いてみてください。はい、聞いてみてさしてください。で大丈夫です以上です。ありがとうございます。すごく有益だったと思います。あれはめちゃくちゃ聴いてましたよ、あの時期。友達は男女どっちが多い？半々。俺も半々。半々だね。でも頻繁に会ったりとかするのは大学時代の友達とかだというと女友達かも。あ、そうなんだ、なるほど。中高が男子校なのね俺。そっか。だから中高で大学もさ男子の比率がめちゃくちゃ高いから、はいはい。もう大学自体が8割ぐらい男性かな、しかも理系入学だ。そうだからもう男しかいないの。クラスも30人で女の子3人とかあ4人とかそうなんだ確か4人とかだったからもへーうほぼ男子の中高大だから、増えちゃう、そこら辺の友達は男が。ずっとハーレムなんだねあんたね。まあね対照的に言えばね全然1ミリもそういう意味で見たことはないけどそうなの。だけどでもなんかその友達の彼女とかめっちゃ仲良くなるの俺が、そこと友達になるから女の子の友達増やしたりとか、友達の彼女と友達の彼女と仲良くなる。だから友達が彼女紹介するであって、ないな。でも俺はゲイっていうの知ってるんだよ。相談のしやすいのか。そうここがくっつくことはないっていう前提のもとあったりする。なるほど、で仲良くなったりとか、塾の女の子と仲良くなるとか、あと会社の同期とか。会社は女の子多いという、会社はめっちゃ女の子多かったからすっごい仲良かったから半々。2人はどのくらいの頻度で会ってますか？どのくらいの毎日会ってるよね。言っちゃうんだ。俺は今日その覚悟できてるけどね。朝もねいつも俺が左側に寝てね。布団今日も取ってきたんだよね。いつも布団取るじゃん。だって寒いじゃん朝。まあいいよ、心はあったかいからこいつまで続けると2週に1回ぐらい会ってるよね。でもマジでマジでやってると思う。月1以上会ってる気がする。それは合ってる、それはプライベートもあるし、仕事もちょくちょくね、そうだね。ありがたいですね。なんかお互い忙しいからさ、そういうお仕事いただけるのも嬉しいですね。そう一緒になる機会が強制的にさ嬉しいね。結構合ってると思います。結構合ってるほどね、毎日会ってます。てか DM するしね、会ってなくても。てかね、ジョーブってね気軽に DM くれるの。嬉しいんだよ、めっちゃするかも。なんかストーリーとかめっちゃさ人のさ、投稿にいいねしてくれるよね。いいねと思ったらいいですよ。ジョーブめっちゃ早い。てかもう本当にずっとインスタ開いちゃってるの。めっちゃ見てるのもあるけど、でもそのメンバーのストーリーにいいねしたりとか、めっちゃコメントする。そう誰よりも早いなって思う。すぐ DM する。その辺偉いな、豆だなって思う。別に意識はしてないんだよ。ただ楽しいから何も考えず、何そこいいねとか返事に困るような返事もする。和之がそうやろみたいなのでおじさんいじめないで終わるような DM にめっちゃコメントしたりする。そうめっちゃ DM くれるからなんか本当に久しぶりって感じはしないですね。次、いい人の見分け方。むずいんだよね。毎回最低な人を好きになってしまうということです。なるほどなるほど。毎回最低な人どんな経験をしたのか知りたいけど、いい人ね教えて俺にも。わかる、いい人。でも俺ね、出会ってきた人結構いい人だな。いい人なんだ。なんか何をもっていい人か。例えば浮気するからといって悪い人、すごくいい人だけど浮気はしてる、これってじゃあ悪い人なのかとかさ微妙じゃん。それこそ犯罪を犯した、これはもう悪い人だろうなとか、なんかその基準はちょっと人それぞれかもしれないけど。でも俺ね、一個ちょっとあるかも。モテそうな人と付き合いたくないの。じゃあ俺とは付き合えないんだ。
そう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 だよねそうだよねモテるもんねそうごめんごめんごめん何今ふざけたわけじゃなくて何の時間だったのよ本当に本当にあそうなんか今ふざけました僕はモテるないですよモテる人モテるべやめて腹立つその謙虚お前モテんだよいやモテないよひろやさんよりかはモテるかもしれませんけどそうですよそう上部はモテますよ皆さん言っとくけどひろやの女性ファンがあのヒゲだるまうるせえって駆け込んでるヒゲポンデリングヒゲゴールデンチョコレートひろやのことを怖いいや事実よ上部はモテるでもモテそうな人はまあ確かに慣れてるからねモテれそうだからそうまあ上手な人は多いねなんか上部とかと付き合ったら大変そうって思うもんやっぱり超優しくて超一途待っておかしいよね一回付き合ってみてほしいわ付き合ってんじゃん今日もね布団奪われたもんねこの話しかできないでもなんかあれかもいい人自分がいい人だと思ってても、やっぱさ一人に嘘つくことで誰でもできると思うのねその自分がいい人だと思ってても俺は、その人の交友関係とかもちょっと見るかもいいやばいわそれそうなんか自分はさ、その人のこといいってまあ好きな気持ちもあってかっこよかったらやっぱいい人どういうに見えちゃう友達なのかなとそうかでしょフィルターかかっちゃうけど、じゃあその人がじゃあどういう友達といるのかなこの友達とどういう関係なのかなとかまでいけば自分の知らないとこまで見れたりもするからいい人のこの精度上がるんじゃないっていういいアドバイスはい見ますだから僕はちゃんとその人が誰をフォローしてるかも一旦全部確認しますインスタでねはいで待ってうわこことつながってたなんかさめっちゃわかるんだけどさ一方でさそれ知りすぎてさまあねなんかこうなんか先入観でしょ先入それもある観にやられちゃうからある一定で自分が好きかどうかで選んでいいかなと思っちゃうまあ1個の参考程度に難しいよね難しい視力はどれくらいですかかっこ狙ってますどういうこと狙ってましたよねだから俺は ICL っていう視力の手術をしちゃったんですけどコンタクトの時はコンタクトマイナス9とかつけてやばいそれこれマイナス6かな 5.5 かだからもう見えない時はもうこういうことですよ付き合ってんのにもう少し肌焼いてからお願いします肌を焼いていただければ大丈夫ですもう透明すぎて見えません僕にはそう透明ならいいじゃん肌いってる人が好きなんだもんね焼けてる肌の方がでもそれはそう俺も惹かれこんな白人あんま好きじゃない真っ白だよね真っ白いやもうそれもでも好きな人もまあいるよねあなたは視力は視力はマイナスだから 5.5 ぐらいコンタクトで 0.1 はないでもずっとない中学ぐらいからだからなんかボミとさ上部とさ俺でさみんな目悪いねみたいな話をどっかでした記憶がだからもなんかねでも俺は先に課金して抜け駆けしましたどうめっちゃいいよ超楽だよやろっかな50万円ぐらいだけどさ50万そうだから30歳の節目の自分へのプレゼントでやったなるめっちゃいいね、30歳にやる俺もじゃあ早いに越したことないもんねいやだってもうさだって寝れないじゃんこのまま、しかもさ、まあ、病気にもなりやすいとかさもうめんどくさいし寝落ちできんのやばい確かにしかももう俺メガネの姿見たことないでしょあんまりあれないかももう絶対嫌なのよメガネの姿見せんの、本当に仲のいい友達かもうマジで付き合って1ヶ月2ヶ月経たないと見せたくないのねあんまりそれもないわけじゃん確かにコンタクトにしたらうわ塩だってさあっちの部屋で俺寝てんじゃん、なんか目見えないあるあるでさ今何時だっけパンパンパンってやんないとやりますそうあれ結構焦るじゃんあやばい寝坊してるかも、ないのあそこからこの時計見れるすごいよねそれが一番便利いつもこうやって行こうと思ってバンってここら辺に何かぶつけるとかもう目見えてないからもう朝の余裕じゃあ30歳の誕生日プレゼント ICL がいいな俺に言ったお願いしますまあ50万ぐらいならいいか怖い逆に怖いわ逆に怖い No question just kiss chew Thank you シュッしてあげていやこれひろやさんのチャンネルですからかわいい女の子が着ていて可愛いと思う服装はわこれ難しいね難しいでも女の子になった時に着たい服はめっちゃあるの俺それも面白い何まずゴスロリ
ああそっちゴスロリ可愛いなと思う。そっちで男のさゴスロリ多分あんまなくない？ロックンロールとかになっちゃうああ、からねそっか、なっちゃうのか。そういや、なんかちょっとこの、ボワってなってて、うんフリルフリルみたいな、フリルフリルとかさ、みたいな。確かに確かにファッションは女の子になったら一回やってみたい。別にそれがすごいおしゃれとかじゃなくやってみたい。うんなるほどで、ね可愛いなとは思う。あとは、こう、へそ出し。やっぱもうメンズはやっぱなかなかできないけど。あともうやってんじゃんでもやってないよ。へそ出してることはないの、一てか体。ギャランドゥでへそ見えないし見ねえない。見えない見えない。で、ここへそ出して、そう、もう、ここへーら辺ぐらいまでにして、アメリカのギャルみたいな。あ服装はやりたい。あねえ、もうだって女の子なんてファッションのさパターンが幅広いよね幅広い。だからメンズの10倍楽しめる。うんうんうんもうヘアメイクもネイルとかもあるし、メイクもあって、わかるしかもファストファッションとかもいっぱいあるからめっさちゃあるよ。すごい気軽に楽しめそうだでよね女の子さメンズの服も着れるじゃん。なんかいお母さんと交換できるのね。俺の服お母さん着たりするのね。なるほどでもお母さんの服俺着れないじゃん。なんかいだから全然楽しいから羨ましい。でもお母さんのパンツ履いてなかった履いてます。お母さんの服も全然着てました。あれはい。俺はねなんか白いワンピースとか着てみうわ着てみたいという清純かなんかいいなって思うなるほど、あれって女の子の特権じゃん確かにね。ワンピースっていうワンピースね、ワンピース確かに。俺セットアップが好きだけどさあー結局あれってパンツとジャケットに変わってはいはいはワンピースだよワンピースってどうなの？楽なのかな？楽なのかな？だってもう楽でしょしかもちょっとフォーマル感もあるからさある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 。ビジネスと確かにね、でも使ったりメンズにないね、そうスタイリッシュ感は。あれは女性いいなって思いますね確かに楽しそう。自炊初心者だからおすすめのメニューを教えてほしいです教えれません。皆さんに報告があるんですけど私たちは自炊しない組ですはいできません。できません野菜を炒めろ。どれぐらい料理してるの週1。持ってるっしょもっとしてないっしょ1ヶ月に1回。いや、それは言い過ぎ。でもなんかね、1食作るというよりかは間食は作るの。例えば、何本当に簡単な豆腐とか納豆とキムチと卵を混ぜるとか、そういうざっくりしたタンパク質丼みたいなのは作るし、包丁使わないでしょ包丁使わない。分かる分かでる包丁使うってなったら本当でも、10日に1回とか、やる本当にそれ本当にやってるたまにあたまになんか気が向いた時とか友達が来る時とかはやる。確かに上部も大概ですけど僕はもっとすごくって、コンロ一回も使ったことないんですよやばいよね。本当無駄この家の無駄ガス栓閉めてるんですよやばすぎ。だからこの間いいお肉をもらったんですけど肉が焼けないなって思って上部んちで本当焼きまし来たよね。確かに。これ止まってんの？止まってる止めてるってこと？止めてる契約してないってこと？いやガスはさお風呂とかでも使うから通ってるんだけどあそこの元栓は閉めてるそういうこと。確かに肉焼きに来たよね。上部んちのコンロ貸して美味しかったです。美味しくいただきました。はい一緒に食べましたはい。最後現在、はい現在恋してますか恋したい。したいしたい気持ちはある。してるかと言われたらしてないね。したい。俺はしてないですもう出たよ。これ絶対僕の方でこのひろやのこの無駄なボケ無駄じゃないの話ちょっと突っ込ませていただく有ので。意義な今の有意義だった。今有意義な誰にとって有意義なの今の俺らにとっても有意義じゃないし見てる人も意味不明だからね。誰にとっても有意義じゃないから。こういう関係性ですはい、でもほら来てんだよああいうガイズとゲートYes イエス。本当に勘違いするよ。英語だったら。確かに結構話しましたよ。結構話した気がします、たくさん話したんですけどまだまだ質問のバリエーションはいっぱいあるので、はい。ここまで見てくださった方は違う質問もね上部側にやっぱね僕のねフォロワーさんと上部のフォロワーさんって若干ね質が違うというかバイブスが違う。バイブスが違うんですよバイブス違うかも。なんか面白い質問のテンションが違うかも。そうそう面白い質問来てると思うので向こうで僕のことも喋ろうと思いますし、ぜひ部長チャンネルへ来てみてください。お願いします。焼きそば弁当も食べてね。そうでした。じゃあありがとう、お邪魔しました。バイバイ。バイバイ。これ飲んだ？飲んでない。めっちゃ美味しいよ。ちょっと濃かった。これで大丈夫？濃い。めっちゃ濃い。濃すぎ。
フェイン？